はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2月前半のタロットリーディングさせていただきますね。よろしくお願いします。2月って本当に星がいろいろ動くタイミングなので、12星座共通になるんですけども、2月の星のエネルギー解説の動画がありますので、またそちらもよかったらご覧になってください。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。忍者の逆、ワンド10、ソードのクイーンとカップエース逆、そしてソードナイト逆、カップのナイト、そしてカップページですね。気をつけることや対策がペンタクスとページ逆とタワーとオラクルはフールの逆です。ふーって感じで素晴らしい。そうですね、カードで見るといろんな人が出てくるなって感じがあるので、いろんな人との交流が盛んなんだろうなと思います。少し星の解説もさせていただきますが、やはり2月って14日からね、土星がお羊座に入ってきますよね。そして1月27日からもうすでに海王星もお羊座に入っているので、これは2025年の大体ですけど6月7月8月ぐらい、夏の間にご自身がどんなことを経験されたかとか、それによって自分が何に気づいたかとか、どんなことを感じて何を感じていたか、同じですね、何を感じて何を考えていたかっていうことがヒントになって、それを修正した形での次のテーマが出てきたりとか、本格的にそこに向き合っていったりとか、その去年のことを超えて自分が新しいものにやっと携わっていける準備ができるとか、そんな流れが入ってくるわけです。この2月の、14日って言いましたけど、特に後半が強いんですけどね。なのでそういった大きな転機の前という形で捉えてください。でこれは2月の19日までっていうのはお羊座の皆さんにとってはチームで動くとか、いろんなジャンルの人に関わるとか、何か一つのコミュニティに入るとか、とにかくいろんな人と関わりながら自分の理想を追求していくとか、自分が掲げてきたこれまでの目的に対し一人ではなくいろんな人の力を借りて一緒に価格変化を起こしながら積み上げていくんだなっていうのを感じられる時なんですね。そしてご自身も今の自分が見てる未来像ではなくて、新しい何か可能性というのが開けてくるような感じのタイミングになっていますそうですね。2月2日がね満月なんですけど、この満月っていうのはすごく情熱を注ぎたいテーマが出てくるとか、やっぱりこんなことしたいな、もっと自分にこんなものを与えてあげたいなみたいなことを思うと思いますし、2月の4日以降っていうのは天王星が順行に戻るということで、お羊座さんにとっては経済の流れが良くなっていったりとか、何か今までなんとなく遅いなと思っていたものがやっとスーッと流れ始めるみたいなものがあります。なんか素材が揃って、さあそこから料理していきましょうかみたいな、そんな感じかもしれませんね。そして7日とか10日以降っていうのは、水星が魚座に入ったり金星も魚座に入っていくんですけど、少し感性が磨かれてくるというか、感覚が鋭くなってくるっていう感じだと思います。なので前半はまだね、19日以降はそうやって少しそのエゴ的なものっていうのが減って流れに乗っていくよっていう流れがあるんですね。でそれまではご自身の今携わっていることに対していろんな人との関わりが一番強いっていう感じですね。そしてカードで見た時にやはりすごく思慮深くなってますね。今忍者の逆が出てるので、今やってることを盲目的にやるというよりは、本来これって何のためにやってたんだっけっていう自分への振り返りがあったりとか、例えばこれから携わっていくことに関しても無理をするのはやめようとか、これまでなんか無駄に心配事をなくすために、安心材料を増やすために一生懸命やっていたことっていうのはやめますみたいな感じがあり、これ以上抱え込みすぎないで無理なく生きたいっていう感じがありますねすいません。そして何かが生まれようとしているんですけれども、
なんか手放しにわーって喜ぶとか楽しむっていうよりも、なんかしっかりとなんか今熟成させていますっていう感じがします。何かが生まれそうなんだけど、もうちょっと感じてみようかな、もう少し寝かせてみようかなっていうことで、寝かせることによって後ですいません後でそれがもっとしっかりとした形になってくる。じっくり時間をかけた方が良さそうですね。これはあまりすぐに答えを出さない方がいいかもしれません。でこの2月の前半に感じたこと、人とのつながりの中で感じたことによって結構こういい刺激をもらって、よしじゃあ頑張ろうみたいな、特に2月の2日を過ぎたあたりからじゃあ頑張ろうっていう形で流れいきなり速くなると思います。だけど一人で走れないって感じがあるんですね。気持ちだけが焦るけど現実はまだついてこないとか、自分ができる量っていうのは限られてるとか、さっき言ったみたいにもう一人で抱え込みすぎるのをやめるっていう感じがあるので、その他者とのペースとか状況との調和を持ちながら進んでいくっていう感じがあります。なので一瞬焦るんですけど、いや焦っても仕方なかったなみたいな感じで思い返したり、またはいいサポーターが現れてこう助けてくれたりとか、話を聞いてくれたりとか、いいアドバイスをしてくれることによって落ち着いてしっかりと確実になんか漏れなくとにかくバーってやって何とかするとかではなく、丁寧にしっかりと自分の中に生まれてきた感覚っていうものを温めていこう、確かめていこう、それに喜びを感じながら次に行こうみたいな、そんな感じです。なのでコードカードすごくいっぱい出てまして、本当にさまざまなタイプの人と関わるんじゃないかと思います。いつも関わってる人っていうだけじゃなくて、全く違う畑の人だったりとか、違う感性を持っている人との話をしたりとかですね、そういうのがあります。それによって一つ何か、ああそっかみたいな、そういうなんか気づきがあるみたいですね。あ、そうだよねって、なんでそんなに急いでたのかなっていうことかもしれないし、やっぱりねみたいな、なんか自分の中で薄々感じていたけれども、なんか手放すのがもったいなかったとか、なんか変えづらかったことに関して、やっぱりそうだよねっていう、なんかすごくスムーズに納得のいく話を聞いたり、その刺激を受けて答えが出るって感じがします。でそれを実際現実にするには少し時間がかかったり、それでもじゃあやめますみたいな感じじゃなくて、丁寧に丁寧に携わって変化していくっていう感じがありますね。でもやっぱりオラクルがこのフールっていうのは本当の意味での自由っていう感じがするんですね、今回。でこれだけなんかお羊座さんは非常に大きな天気の始まりっていうのが2月の後半にあるので、その前にやっぱり軽くなっておく必要があるというか、余計な思考とか余計な思い込みとかっていうものを手放していく必要がある、そのヒントが与えられているっていう感じがしました。なのでこだわったり頭で理解しようとするというよりも、やっぱりできるだけ柔軟に捉えるっていうのがいいみたいですね。はい、ちょっとこれを踏まえてお仕事のことを見てみますね。でもいかがですか、お羊座の皆さん。もうね、その去年の夏ぐらいにあったことを踏まえて、いやでもあれって別に何も関係ないけどなっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、なんだかやっぱ2月からこの8月にかけてっていうのは大きな出来事が、大きな波が来るっていう感じがするので、その波を超えるにはその去年の6月に経験した自分、そこで学んだ自分だからこそ超えられるんだよっていうメッセージなんですよね。ちょっと見てみます、仕事のこと。ソードのナイトまた出ましたね。そしてジャスティス、ソード級ということで、やっぱりね、お仕事は急に忙しくなったり、急に話が溢れてくるみたいな感じがあるので、例えば仕事もっと増えたらいいなとか、何かもっと仕事が活性したらいいなって思ってらっしゃる方にとっては活性するんですけれども、一気に活性しすぎるとやっぱり人ってしんどくなったりするので、なんかいきなり急にいろいろ動き出すけれども、うまいことバランスをとってやっていけますよっていうふうに言われています。ちゃんと自分とその仕事のバランスをとっていくっていうのもそうですし、その他者のどうなんですかね。なんか今このカードを見る限り、お羊座さんってすごくこの2月の前半はね、冷静で人の話を聞く耳を持っているっていう感じもしますし、やることはいっぱいあるけど焦ってないみたいな感じもあるんですね。
でも仕事としてなんかもっとやってくださいよとか、もっとすごい依頼が急に来たりとかして、他者からの要求みたいなのは結構強いかもしれません。でそれをうまくなんかバランスとってやっている。でもやっぱりどうしても無理をしすぎるとこうちょっとしんどくなったりもするので、しっかり休むとか、必要以上には責任を受けないっていうかな、責任を負わないっていうふうに決めていただくのがいいかもしれませんね。とにかく流れ早いです、仕事に関しては。まあその分ね、そのお仕事で携わっている方に助けを求めたりとか意見を聞いたりとかしてみてくださいね。そうすることですごく風向きが変わるというか、ガス抜きができる感じがします。はい、では人間関係見ていますね。人間関係ね。はい、カップの4、そして吊るし人、カップの10ということで面白いですね。なんだかね、今この人間関係を見てると、お羊座の皆さん、この今2月前半はですよ、そんなに他者を必要としてないっていう感じがするんです。でもさっき見た全体のところで見ると、いろんな人と関わって、いろんな人からのいいエネルギーをもらったりとか感化されることがあるということで、人間付き合いとかね、関係性はすごく豊かなのに、心の中でこの人がいないとダメだとか、この人とつながりたいみたいな、そういった思いっていうのが、薄いというか、あまり必要としてない感じがするんです。今お羊座さん、本当に一人で立たなきゃいけないんですみたいな感じがあるんですね。自分との戦いっていう感じで、自分が覚悟する、自分がこうするんだって決める、それができたら、その上でその自分で豊かな関係性がありますよというふうに言われてます。それを認めてくれる人や応援してくれる人がたくさんいるよって感じなんですね。でも覚悟をするのは一人で覚悟しなきゃいけないって感じがします。誰かが自分を持ち上げてくれたりとか、決断のなんか後押しをしてくれたりっていうよりも、なんていうか、誰かが手を引っ張ってくれるっていうわけじゃなく、すごいいろんな話も来るし、いろんなものは来るけど、結局自分でちゃんと考えなきゃいけないし、自分の中で気づくことがあって、いろんなものを手放して、その後に穏やかに人と関わってるんだなって感じがしました。なのでもしかしたら少し関係性において、今まで自分が他者に対して求めていたものが変わってきてるのかもしれませんね。前はこんな風にしてもらえたら嬉しいなって思っていたりとか、他者に期待していたものっていうのが他者に期待しなくなったっていう感じがあります。そして自分の中で完結する、でもそれで自分で統合できるみたいな、そんな感じがあるので、決して悪いわけではないんです。でも自分自身がしっかりした上で本当の仲間と集ってるって感じがしました。はい、いかがでしょうか。何か分かったよとか通じたよという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。最後にもう一枚オラクルカード引いてみますね。これこんなカードが出てきました。これを見て皆さんもイメージしてもらってもいいですし、何か直感でメッセージ受け取ってみてくださいね。いいですね。やったーって感じ、なんか達成とかご褒美って感じがするので、やっぱり何かこの2月っていい区切りですよね。これまで自分がやってきたことを本当に自分で認めて、そして次のステージに行くのかなっていう、そんな感じです。実際ちょっと動いてくるのは後半の方が強いと思いますけどね。はい、ということで今回もありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。